こんにちは、ミッキーです。今回は2023年春オープン新宿新施設特集をしていきます。東京都内屈指の繁華街新宿。空前の韓流ブームの影響も受け、新大久保エリアとともに若者の街となりつつある新宿ですが、多くの路線が乗り入れている影響などから観光の拠点としても多くの人が行き交う街になっています。特に外国人観光客の宿泊者を多く受け入れる窓口としてターミナル駅としての新宿をさらに進化させるべく再開発が進んでいる様子も伺えます。そんな大きな転換点を迎えている新宿の魅力を今回ご紹介していきますので、ぜひ東京新宿エリア巡りの参考にしていただければと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。さて、まずご紹介しますのは2022年12月にニューオープンしましたザ・パーク新宿というエリアでございます。こちらはルミネエスト新宿の8階のレストランフロアでございまして、こちらがリニューアルされましてザ・パーク新宿という変化する公園をコンセプトにしたフードホールに生まれ変わりました。友達と公園で過ごすように食を通じて楽しい時をシェアできる自由で開放的な空間になっています。今映しているような座席に関しましては全てフリーで使えるような空間になっていまして、全部で9ショップがオープンしております。ちょうど8の字を描くように空間が設計されていますので、そういったアーティスティックな要素もとても注目かなと感じています。軽くお店をご紹介しますと、まずはパークバザーというエリアがありまして、そちらでは賑やかで個性豊かなショップが集まったフードホールになっています。ピッツァ、スパイスカレー、ワッフルチキンの3つの常設店舗に加えまして、季節ごとに登場するポップアップショップで構成されていますので、ぜひそういったところも楽しんでいただければと思います。ピッツァはピッツァグローリーさんというところ、カレーはサウスワンダーカレーさんというところ、ワッフルはワッフルチキンホーミーズというところでございます。オープン当初の季節限定ショップとしてはストロベリーピープスといういちごカフェのお店になっていましたので、今後どんなお店に生まれ変わっていくかも楽しみな空間かなと感じることができました。さて、ここからは注目のハワイアンカフェをご紹介していくんですけれども、こちらはパシフィックドライブインというところでございます。実はザ・パーク新宿として生まれ変わる前からあったお店でございまして、2019年12月にオープンしています。先ほどご紹介したザ・パーク新宿として生まれ変わったルミネエスト8階の1店舗として引き続きその空間を彩っていますので、ぜひとも注目してほしいです。パシフィックドライブインさんはもともと湘南屈指のサーフポイントでございます七里ヶ浜で大人気のドライブカフェ。ハワイの地元民がサーフィン後に立ち寄るカフェをイメージしたということでございまして、その絶好のロケーションと充実のハワイアンプレートが大人気の理由だったということでございます。地元民はもちろん観光客にも愛されまして、連日行列ができるほどの七里ヶ浜のカフェ。そんなパシフィックドライブインが神奈川の駅を飛び越え誕生したのがこちら、東京ルミネエスト新宿の店舗でございます。七里ヶ浜と同様、ハワイのドライブインをコンセプトに本場ハワイのダイナミックなプレートメニューや美味しいコーヒーを提供してくれます。こちら新宿の店舗ではスコーンやオリジナルグッズが並んでいますので、そのあたりも注目でございます。さて、注目のメニューのご紹介ですけれども、基本となりますのはポキボールとプレートメニュー、パンケーキと浅いボールでございます。その中から今回はガーリックシュリンプともち粉チキンを贅沢に楽しめるミックスプレートをいただきました。これだけでも十分ですけれども、サイドメニューとしてフレンチフライやチキンの追加もできますので、気になる方はぜひそちらもトッピングしてほしいなと思いました。ちなみにこちらのパシフィックドライブインさんはトランジットグループというところが運営しているカフェでございまして、ビルズや青山のリトルダーリンコーヒーロースターズさん、吉祥寺のサインさんや渋谷のアップライトコーヒーさんやザ・シアトルさんなど、本チャンネルでご紹介してきた数々のおしゃれカフェと同じ系列になってますので、そのクオリティの高さは間違いないかなとわかると思います。続いてご紹介しますのも同じくルミネエストにございますパシフィックベイクハウスさんでございます。
こちらは2023年3月にオープンし、すでに大人気のお店になっています。先ほどご紹介しましたパシフィックドライブインさんの新業態でございまして、シティハワイをテーマにしたお店になっています。カラフルでトロピカルなドリンクとヘルシーでフレッシュなフードを味わえるということでございまして、ココナッツやパッションフルーツを使用したハワイアンテイストのドリンクを中心に、夏らしいドリンクはテイクアウトにもおすすめでございます。さらにセルフで気軽にブレンドコーヒー、コールドブリューが注げるコーヒータップをオーストラリアから導入していまして、青山の大人気カフェリトルダーリンコーヒーロースターズさんの自家焙煎コーヒーを手軽に楽しめます。今ご紹介しましたリトルダーリンさんは過去の動画でもご紹介していますので、ぜひそちらも参考にしてほしいです。そんなこだわりのコーヒーが味わえますので、コーヒー好きな方でも満足間違いなしかなと思いますし、ぜひテイクアウトでもお気軽に利用してみてほしいです。さて、今映していますのがスイーツでございまして、こちらは京都の人気ベイクショップ中村ジェネラルストアというところのスコーンやマフィン、そしてパシフィックベイクハウスさんのために作られたふわっとライトな食感のドーナツがとても注目でございます。またそういったドリンクやスイーツだけではなくて、オープンサンドやサラダボウルなどみずみずしい野菜をメインとしたフードメニューも充実しています。さて、ドーナツに関して少しだけ掘り下げますと、この日にはカシスドーナツというものをいただいたんですけれども、全部で5種類備えていまして、見た目からもとても素敵でございます。2種類の小麦をミックスして温度、時間にこだわって作られた一品でございますので、ぜひふわふわとした軽い食感を感じてほしいですし、コーヒードリンクと組み合わせていただいてほしいです。こちらが先ほどご紹介しましたコーヒータップでございます。コーヒーメニューとしましては、シーソルトキャラメルコーヒーというものございます。そちらはアイスコーヒーにソルトとキャラメルの甘じょっぱいクリームがトッピングされた注目メニューになっています。あとはキューブコーヒーというエスプレッソとミルクのアイスキューブにふわふわのミルクフォームを注いでラテ風にいただくことができるドリンクなんかもありましたので、ぜひ動画等にも収めてほしいです。そんな中、この日にいただきましたのはカシスドーナツとカフェラテでございます。カフェラテは先ほど申し上げました通り、リトルダーリンコーヒーロースターズさんの豆を使った本格的なエスプレッソドリンクでございますので、コーヒー好きな方必見ですし、ドーナツもサクッと気軽にいただけましたので、先ほどご紹介したフードメニューと合わせて食後のデザートとしてもいただけそうかなと感じました。続いては、最近オープンではないんですけれども、ぜひともご紹介したいフードホールがございましたので、今回ご紹介させていただきます。フードホールブラストという2019年にオープンした施設なんですけれども、こちらニューヨーク発祥で、今やアメリカ全土でトレンドとなりつつあるフードホールでございます。日本でもおなじみのフードコートの大人版でございまして、お酒が充実していて、さらに高品質でグルメな飲食が勢揃いしているのに、リーズナブルかつ一度にいろいろ楽しめるカジュアルな食のアミューズメントパークになっています。ちなみに名前についていますブラストはスラングの英語でございまして、超楽しいという意味でございます。そんなフードホールブラストでは3つの C をテーマに掲げているということでございまして、クラフト、カジュアル、クールが意味に込められています。職人のこだわりが輝く手作り感のある料理をリーズナブルな価格でカジュアル&クールに楽しめる、そんな国籍を超えて様々な人に楽しめるような空間でございます。さて、早速フードホール内をご紹介していくんですけども、本当にたくさんのお店がありまして、この日伺った時にも外国人の方が朝早くから訪れていましたので、もうすでに結構有名なのかなというふうにも感じています。全部で6店舗ほど入居していまして、一つは大谷翔平さんで有名なロサンゼルスエンゼルスの本拠地エンゼルススタジアム内でも愛されますアメリカカリフォルニア州発祥のメキシカン料理クロニックタコスさん。続いてはアメリカオハイオ州発祥のピッツァリア日本1号店でありますピッツァ口の場さん。肉に近い食感に仕上げた大豆ミートを使用してメインから副菜まで一つずつセレクト式で提供していただくことができますプラントベイスト東京さん。さらに海外の様々なビールが楽しめるビアバーリットさん。国内最大級の樽が印象的なドラフトパブベビーさん。そして最後は今回ご紹介していきますグリーンベリーズコーヒーさんでございます。ということで全部で6店舗入っているんですけども、今映像で映しています通りとてもたくさんの席がありますので、結構余裕を持って席を取ることもできるかなと感じます。
さて、その中、今回メインでご紹介していきますのは、こちらのグリーンベリーズコーヒーさんですけれども、こちらはアメリカのバージニア州に1992年に創業したコーヒー店でございまして、日本への進出は創業から25年後の2016年でございます。今ちらっと映してたんですけども、ここ新宿の店内には焙煎機が設置されておりまして、豆は焙煎したての新鮮な状態でいただくことができます。そのため鮮度が高いまま雑味のないクリアなコーヒーをいただけるというところもここならではの魅力かなと感じています。実は日本初進出になった店舗は兵庫県宝塚市の宝塚劇場前でございまして、その後関西圏を中心に店舗展開を進めていました。その中、こちらの新宿の店舗は東京初進出という形でオープンした店舗でございます。厳選したコーヒー豆を少量焙煎し、グリーンベリーズ独自の技術を用いた香り高いコーヒーの提供を心がけておりまして、コーヒーはもちろんお店で毎日焼き上げていますスコーンや店内で調理するパスタやサンドイッチなどの出来たてフードも注目でございます。ちなみにここグリーンベリーズコーヒーさんのみフードホールブラスト内では9時オープンになっていまして、他の店舗は11時オープンでございます。なのでモーニングのタイミングで楽しめるのも一つの魅力かなと感じました。さて、この日いただきましたのは夏らしさを感じますエスプレッソトニックと、こちらのクロワッサンスイーツとして最近話題を集めていますシュプリームクロワッサン。シュプリームクロワッサンは全部で3種類ございまして、今回いただきましたピスタチオの他にクワトロとミックスナッツというものがございました。せっかくなのでぜひこの機会にこのシュプリームクロワッサンも試してほしいなと感じました。さて、続いては2023年5月にニューオープンしました WPU という宿泊施設でございます。こちらはホテルとしての機能はもちろんですけれども、学生レジデンスという学生寮を組み合わせた宿泊施設になっていまして、学生レジデンスでは留学生を積極的に受け入れ、学生間の交流を大切にした国際感覚あふれる住環境を提供しているということでございまして、国際交流の拠点にもなっています。こちらは正面の入り口から入ったホテルの様子なんですけども、ホテルの中もとてもおしゃれで素敵な空間でした。こちらが今回ご紹介します WPU さんのカフェ&ダイナーでございまして、このカフェ&ダイナー含めますと WPU という施設内にはアートギャラリーやバーチャルギャラリー、レコード店やポッドキャストの収録や DJ ブースのように利用できるサウンドブースがありまして、いずれもとてもおしゃれな空間になっていました。 WPU と言いますのはワンダーパワード U の意味でございまして、施設を手掛けました株式会社ワンダーパワード U があなたの驚くべきパワーを引き出したいというコンセプトのもと表現したということでございます。こちらは新宿の西口から一本道を入った空間になっていますので、結構穴場的に利用できると思いましたし、私もぜひリピートしたいと思えるような空間でございました。また接客も心地よくて、割と日本人の接客というよりかは海外っぽいような雰囲気だったので、結構ドライな感じではありつつも別に冷たくない、そんな朗らかな感じの接客なのかなと感じられました。またホテル併設ではあるんですけれども、レンジでチンみたいな感じじゃなくて本格的なフードやドリンクを楽しめるのも大きな魅力になっていました。多国籍料理と約30種類のクラフトビール、そしてバリスタさんの入れるコーヒーをしっかりと楽しめます。料理としましてはプルムドポークサンドやスパイシージャークチキン、さらにビーガン料理のフムスまでお酒に合いそうなメニューはどれも注目になっていました。席の数も比較的多いですし、お店の営業としては23時までやっていますので、例えば1次会や別のところで食べつつ、2次会はちょっとおしゃれな空間でコーヒーでも飲みたいなという方にもおすすめな空間かなと思いました。あとはレコード店併設ということもありまして、生の音、DJ ブースから聴けるところもおすすめなポイントでした。もちろんクラフトビールも多種多様なものを揃えていますので、ビール好きな方はぜひそのパッケージとともに楽しんでほしいです。さらに夜も遅くまでやってますし、朝は7時からオープンしていますので、朝活にも利用できるようなお店かなと感じました。もちろん新宿に勤務の方はこちらを訪れた後で出勤するのもいいですし、7時からやってますので、例えばこちらで朝ごはんを食べた後に出勤するというのでも十分間に合うような時間帯にやってるなと感じました。後でランチのメニューはご紹介しますけども、こんな形で焼き菓子も結構豊富にありましたし、コーヒーのドリンクメニューやクラフトビールが充実していますので、ぜひいろんなペアリングを試してほしいです。またテイクアウトも可能でございますので、気になるスイーツがありましたらコーヒーと一緒にテイクアウトしていただいて出勤するのも良さそうです。西口と言いますと都庁の方とか、あとは新宿中央公園なんかもありますので、そちらでいただくのもありかなと思ってます。
結構新宿というと東口のイメージが強い方も多いと思うんですけども、西口はまたちょっと違った雰囲気になっていまして、こんな形で穴場も結構ありますので、ぜひ注目してほしいです。そしてこの日いただきましたのは、フムス&ファラフェルのサビーフプレートというものでございまして、さらにセットでカフェラテをいただきました。ランチタイムは11時半から15時までになっていまして、料理も美味しいですし、さらに今回いただいたような本格的なエスプレッソドリンクを300円の料金でいただけるのもとても美味しかったかなと思います。この日はちょっと暑かったのでアイスでいただいたんですけども、ホットにした場合にはおそらくラテアートも素敵にしていただくことができるかと思いますので、写真映え狙いたい方とか、あとはちょっと寒いなっていう日にはそちらのホットのラテも試してほしいです。そしてこちらのフムスなんですけども、こんな形で開いていただいて具材を詰め込んでいただくとまた違った楽しみ方もできますので、いろんな食べ方も試してほしいです。ボリューミーでありながらサラダもついたワンプレート形式でヘルシーにいただきました。さて、ここからはおそらくこの動画の中で一番気になっているであろう東急歌舞伎町タワーのご紹介をしていきます。こちら新宿東口を出て東宝シネマの方に向かっていく様子を映してるんですけども、この辺は結構ごちゃごちゃしてて結構苦手な方も多いかなと思います。ただですね、そこを抜けていただいて左手を眺めますと歌舞伎町タワーがございます。またあの道を通らなくても、実は西武新宿側から行きますと、そういった雑踏の感じ、ちょっと苦手だなという感じを避けながら訪れることができますので、ぜひそちらのルートも検討してほしいです。あえてこちらの混雑している方を選んだのは、昼間だったので訪れやすかったというのと、あとは何といってもこの正面の様子を映すことができますのは東宝シネマズ側からでございますので、そういったところも考慮しつつこちらから映しています。そんな東急歌舞伎町タワーなんですけども、新宿歌舞伎町エリアに映画館や劇場、ライブホールなどのアートや音楽といった様々な文化を発信するエンターテインメント施設、高層複合施設として誕生しました。地上48階、地下5階、約225メートルの超高層複合施設になっていまして、2023年7月14日に誕生しました。まず注目すべきは東急歌舞伎町タワーにあります異なる魅力を持った2つのホテル、ベルスター東京パンパシフィックホテルとホテルグルーブ新宿パークロイヤルホテルでございます。まずベルスター東京さんは都会のラグジュアリーホテルでございまして、ちょっと値段はだいたい1泊10万円ぐらいからになってて高いんですけれども、何かの記念日とかに贅沢空間として楽しんでいただくのがとてもおすすめかなと思います。もう一つのホテルグルーブ新宿パークロイヤルホテルの方に関しましては、こちらも高いんですけども4万円弱から泊まれたかと思いますので、そちらの方が比較的泊まりやすいかなと思います。さて、ここからは圧巻の2階の空間、新宿歌舞伎ホール歌舞伎横丁でございます。こちらは祭りがテーマの次世代エンタメフードホールでございまして、約1000平方メートルの巨大なフロアに全10店舗が集結しまして、ご当地グルメや韓国料理、お酒などを提供しています。毎晩様々なパフォーマンスやイベントも開催されていますので、そこも注目になっています。ちなみにこちらは昼間に訪れていますので、イベントはやってないんですけれども、イベントの時はめちゃくちゃ混雑していますので、そういったところも魅力かなと思います。営業時間は朝の6時から翌朝の5時まで。ということで、1時間以外はずーっとやってますので、新宿でもし食べるもの困ったなとか、どこ行こうかなというふうに悩んだ方は、とりあえずここに来れば、まず楽しめるかなと思います。もちろん朝活に楽しむというのも新しくて素敵かなと思います。イメージとしては渋谷の宮下パークにあるような渋谷横丁とも近いかなと思ってまして、簡単にご紹介しますと、北海道、東北、関東、横浜中華、中部、近畿、中国四国、九州、そして韓国と歌舞伎カフェといった形で日本全国のご当地グルメに加えて韓国料理があるような、そんなイメージかなと思います。実はホームページなんかを見ますと、渋谷横丁や恵比寿横丁とも同じ系列のように伺いますので、イメージとしては結構近いような場所かなと感じています。さて、こちらの2階のエリアから3階に上がっていただきますと、今度はナムコ東京というところがございます。こちらは最新のクレーンゲームが楽しめるアミューズメントエリアでございまして、バンダイナムコのキャラクター商品公式ショップも併設しています。また、こんな形でアルコール飲料やフォトジェニックな軽食が味わえるカフェバーも備えていまして、営業時間は11時から翌朝の1時までになっています。ラストオーダーは0時までですね。
なので仮に2階が混んでても3階に行ってみたらまたこういったコーナーもあったりというところで、とりあえず新宿で困ったらこの東急歌舞伎町タワーに来ればいいといったような形で作られているのかなとも感じました。また最近流行ってるかもしれないんですけれども、こちらのワンピースのカードゲームの展示なんかもありまして、こちらカードゲームをするスペースなんかもありましたので、もし好きな方いらっしゃいましたらこちらも訪れてほしいなと思います。続いてご紹介しますのは4階でございまして、こちらのダンジョン攻略体験施設ザ・東京マトリックスというところでございます。こちらは 2,3 人の仲間と協力してモンスターを倒し、アイテムを探してトラップをクリアするというソニーグループの最先端技術を盛り込んだアトラクションコーナーでございます。こちらは午前10時から夜の22時までやってますので、例えば仕事終わりにちょっとリフレッシュがてらこちらを訪れてみるというのもおすすめかなと思いました。さらにこちら5階はエクジションというところでございまして、美と健康をテーマにしたラグジュアリーなウェルネス施設だということでございました。またさらに上のフロアに行きますと、109シネマズのプレミアムというところもございました。さて、ここからは先ほどご紹介しました東急歌舞伎町タワーから2店舗ほどご紹介していきます。まずはカフェチャンネルでございますので、こちらのスターバックスコーヒーでございます。こちら1階はドリンクの注文や商品を受け取るバー、2階はゆったりとした客席スペースでございます。今映しておりますのは、スタバのロゴとして有名なセーレーンがスタバ創業当時の初代ロゴとして飾られている1階の空間でございまして、こちらは2階に向かう階段にあります色のグラデーションが鮮やかな天井の様子。実はこちらはコーヒー豆がコーヒーチェリーから成長していく様子を表現しているということでございました。そして今映していますのが2階の空間でございまして、こちら実は歌舞伎町1丁目に所在していました複合施設新宿ミラノ座をイメージしているということでございましたので、当時を知っている方にとってはエモーショナルになれる場所でもあるかなと思いました。続いてご紹介しますのはビーフダイニング和牛特区というところでございまして、東急歌舞伎町タワーのオープンと同時に出店しました肉料理店でございます。高級焼肉チェーンであります平城園のプロデュースする店舗でございまして、全国の和牛を1頭丸ごと買い付ける和牛一頭買いを数十年継続してきた平城園の味を味わえます。年間500頭以上の購買を続けているため、高品質でありながら高コスパでいただける肉料理はどれも注目でございまして、自社工場で熟成、加工、流通まで一元管理をすることで安心安全と安定した品質の和牛の提供が保証されるお肉好き必見のお店になっています。今回オープンしましたこちらのビーフダイニング和牛特区さんは平城園の新業態でございまして、和牛のプロ集団が提供する和牛のポテンシャルを最大限に引き出した肉料理を味わえるお店がコンセプトになっています。ワインを片手に気軽に楽しめます和牛プロシェットとグリル野菜や平城園が自信を持って提供するA5和牛サーロインステーキ、そして今回頼んだようなカジュアルに和牛を楽しめるローストビーフバーガーなどが注目メニューになっています。今回ランチのタイミングで訪れたんですけれども、11時から3時半まではランチセットとしてポテトと選べるドリンク、グリーンサラダをつけられるお得なセットもありますので、ぜひそちらも合わせて頼んでほしいです。その中、この日にいただきましたのはアボカドベーコンチーズバーガー。もちろんランチセットでいただきました。このアボカドベーコンチーズバーガーは和牛 100% のパティを使用して、ベーコン、チーズ、アボカドを豪快に乗せた絶品バーガーでございました。以上、今回は2023年春にオープンしました新宿の新施設をご紹介していきました。まずはルミネエストからザ・パーク新宿をご紹介しまして、続いてグリーンベリーズコーヒーさんが入るフードホールブラスト、その次には WPU というホテルをご紹介しまして、最後には東急歌舞伎町タワーをご紹介しました。宿泊施設としてもご利用いただける空間もご紹介しましたけれども、新宿のお店選びに困った場合、そして仕事終わりに楽しめるような空間がいくつかあったかなと思います。さらに WPU さんやグリーンベリーズコーヒーさんに関しましては朝早くからやってますので、朝活にも利用できそうな空間ですよね。歌舞伎町タワーを訪れるのに結構ハードルが高かった方も多いかと思うんですけども、今回の動画の中でいくつかご紹介できたので、ぜひ参考にしてほしいです。以上ミッキーでした。ありがとうございました。